ユニクロが最高という結論に至りました。皆さんこんにちは、あやです。このチャンネルは新婚夫婦が資産形成を目指していく記録チャンネルです。我が家のスペックはこんな感じとなっております。今日は資産形成を意識してからお金をかけなくなったものを5つお話しします。それぞれいくら節約できたかも計算して出してみますね。削れてよかった、手放してすっきりした、そういうものも正直にお話ししていきます。一つ目、服です。以前はいろんなお店を見て回って、なんとなく気になったものを買っていたんです。セールになっているから、可愛いから、一目惚れしたから、という感じです。毎月の服代、当時は平均で月1万円から1万5千円くらい使っていたと思います。でも今はほぼユニクロです。理由は3つ。質がいい、安い、悩まなくていい。特に悩まなくていいというのが大きくて、朝出勤するとき、どの服着ようって悩む時間、正直もったいないと気づきました。スティーブ・ジョブズが毎日同じ服を着ていたのと同じ発想ですよね。決断疲れをなくすという意味で私たちには合っていました。ユニクロに絞ってからは、服の出費が1人月約5000円に落ち着きました。以前と比較してみると、月の差額約5000円から1万円、年間差額約6万円から12万円の節約になります。しかも選ぶ時間も減って、クローゼットもすっきりしました。いいことしかなかったです。皆さんはどこで服を買うことが多いですか？コメントで教えてください。2つ目、スマホのキャリアです。第1回の動画でもお話ししましたが、県のスマホ代が毎月8000円かかっていました。これを最近、格安SIMに乗り換えたんですが、県乗り換えるまでに結構迷いました。大手キャリアの安心感というか、もし繋がらなかったらどうしようとか、手続きがめんどくさそうとか。でも実際に乗り換えてみたら、通話もデータも全く不便を感じないんです。乗り換え後の毎月の費用は約3000円。アハモを使用しています。差額を表示すると月5000円。年間約6万円の節約。これ NISA に回せますよね。固定費の中で一番効果が大きいのはスマホ代だと思っています。まだ大手キャリアを使っている方、ぜひ一度見直してみてください。3つ目、お財布です。キャッシュレス化が進んで、気づいたら財布を持ち歩かなくなりました。今は薄いカードケースだけで、都内の生活はほぼ完結しています。以前はブランドのお財布にこだわっていた時期があって、5万円から6万円のものを持っていたこともありました。今思うと、何にこだわっていたんだろうっていう感じです。カードケースは数千円で十分なので、財布代も削減できています。差額を計算すると、財布の買い替えサイクル約5年に1回、以前は約5万円です。年換算すると約1万円。現在は数千円のものなので、年換算は約1000円とします。年間約1万円の節約です。さらに財布に現金を入れなくなったので、落としたり盗まれるリスクも減りました。4つ目、飲み会です。完全にやめたわけじゃないんですが、行く飲み会を選ぶようにしました。以前は断りにくくて、なんとなく誘われたら行っていた飲み会結構あったんです。断るのが怖かった時期の話を正直にすると、職場の飲み会って断ったら関係が悪くなるのかなとか、雰囲気が読めてないと思われないかなとか、いろいろ考えてしまったんです。でも実際に丁重にお断りしてみたら、意外と誰も何も言わなかったんですよね。1回の飲み会にかかる費を計算してみたんですが、約6000円。以前は1年に5、6回、年3万円から3万6000円の支出です。現在は1年に2回程度、年約1万2000円。年間削減が1万8000円から2万4000円です。お金だけじゃなくて、
時間もストレスも全部減りました。一石三鳥でしたね。本当に楽しみたい飲み会には行く。義理の飲み会はお断りする。このスタンスに変えてから人生の質が上がった気がしています。5つ目、ふるさと納税で高級フルーツを選ぶのをやめました。ふるさと納税を始めた頃、せっかくだからと高級フルーツや豪華なお肉を選んでいたんですよ。贅沢できるって感じで。でもよく考えたら食べたら終わりなんですよね。美味しかったねで終わり。家計への貢献はゼロ。今は返礼品をトイレットペーパー、ティッシュペーパー、お米に変えました。毎日使う、食べる。つまり家計の出費が確実に減る。実際にどのくらい家計が助かっているか計算すると、ふるさと納税の自己負担額、実質2000円。トイレットペーパー、ティッシュペーパーなどの年間購入費用、約1万円から2万円。お米はふるさと納税では5キロを4回購入しているので、約1万6000円相当と計算。差し引くと約2万4000円から3万4000円の節約になります。ふるさと納税の返礼品、何を選ぶかで家計への貢献度が全然違うんですよね。皆さんはふるさと納税何を頼んでいますか？ぜひコメントで教えてください。参考にしたいです。今日お話しした5つの節約、年間の合計を出してみると、年間で最大約25万円変わってくる可能性があります。節約って我慢することだと思っていたけど、手放してみるとむしろすっきりするものが多かったです。次回は逆にお金をかけるようになったものをお話しします。美容関連、家電など、ケチるのをやめてよかったものを全部お話しします。チャンネル登録して待っていてください。高評価、コメントもしていただけると次の動画を作る励みになります。最後まで見ていただきありがとうございました。またね。